大人のための英文法へようこそ。今日のエピソードでは普遍的または恒常的な事実に関する仮定を表現する方法を紹介します。まず仮定とはもし何々ならば何々であるという表現を指します。もしの後ろには条件、その次に条件が満たされたら起きる結果が示されます。仮定には大きく分けて4つの種類があります。今回のエピソードで取り扱うのは1つ目の種類、普遍的または恒常的な事実に関する仮定です。英語では通称 The Zero Conditional と呼ばれます。代表的な例として、もし水を摂氏100度以上に熱したら水は沸騰するが挙げられます。特殊な例外を除き、水はいつどこで誰が熱しても摂氏100度以上という条件を満たしさえすれば必ず沸騰するという結果に至るため、この文は普遍的または恒常的な事実を表していると言えます。Zero Conditional は次の形で表現します。if または when、現在形の説1、現在形の説2、説1には仮定の条件、そして説2には条件が満たされた場合に起きる結果が入ります。条件の説と結果の説の順番を入れ替えることも可能です。まずは先述の水の沸騰に関する例文を英語でどう表現するか見てみましょう。If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. 水を摂氏100度に熱すると沸騰する。一つ目の説には heat 熱するという動詞の現在形が使われており、二つ目の説も boils 沸騰するという現在形になっています。このような科学的事実はよく zero conditional で表現されます。次の例です。If a man is unmarried, then he is a bachelor. If a man is unmarried, then he is a bachelor. もし男の人が結婚していないならば、その人は独身男性である。この文は a bachelor 独身男性という名詞の定義を示しています。Zero conditional はこのような定義にもしばしば使われます。この文の両方の説で is という現在形の動詞が使われています。3つ目の例です。People die if they don't breathe for several minutes.People die if they don't breathe for several minutes. もし数分間呼吸をしなければ人間は死ぬ。この文では if を伴う条件の説と結果の説の順番が入れ替わっています。if の説が後ろに来る場合、2つの説の間にコンマを置かないのが通例です。ただし if の説が先頭に来る場合でもコンマを置かない場合もあります。また、いずれかの説が否定を含む場合でも現在形を用います。4つ目の例です。The ground gets wet when it rains. The ground gets wet when it rains. もし雨が降ると地面が濡れる。この文では if の代わりに when という接続詞が使われています。Zero conditional の文では if と when のどちらを使ってもほぼ同じ意味になる場合が多くあります。今日のエピソードはここまでです。次のエピソードでは仮定の2つ目の種類を紹介します。